はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回は、シリンダーヘッドを進めていこうと思います。まずはバルブシートガイドとバルブガイドですねをやってきます。バルブガイドは市販品があるのでこれを打ち込んでいくだけですね。でバルブシートの方は、こちらに材質あるので太いのと細いのありますけど、ちょうどここに入る材質ですね。この材質自体は PVC の 2C ってやつですね。リン製造の一種です。まあこれで十分いけますね。そして結構間が空いたのは各部品の図面の製作してました。バルブシート用の図面ですね、こちらが。あとはロッカーアームの図面とか、今まで描いた図面もありますし、新規で各パーツごとで分けて作った図面もあるので、この図面をベースにこれから残りの作業を進めていきます。まずはバルブシートですね。バルブシートから先やってきますね。とりあえずは今仮組みしてあるこの2類一回全部外しちゃいますね。はい、シリンダーヘッド単品になりましたね。ではこれで、ここ寸法を測ってバルブシートですね。これはバルブシートを入れてきます。入れていくというか、まずバルブシートを作ります。そのためにはまずは寸法をきちんと測んなきゃですね。21.011 はい、各バルブの、寸法位置を測りました。これで大体やってると思います。でここは圧入となるので、交差はプラス 0.048 ぐらいとなってますね。そのぐらいでいってみますか。内径は大体で合わせりゃいいですが、そこまで厳密ではないですが、外径はすごい重要ですね。今回は一発で決まってくれることを祈ります。ではインレット側をまず進めていきますね。でインレットはちょっと大きかったんで太い方を使います。よいしょっと。はい、外径の狙いの数字は 21.039 と 21.059 ですねを狙ってきます。第3位は難しいと思うんで、ここはもう諦めて 21.04 と 21.06 でを狙いにしていけばいいんじゃないかと思います。形状はそんなに難しくないんですよね。ただとにかく寸法がうるさいという感じですね。じゃあまずはセンタードリルできれいに穴開けてきますか。センタードリルが終わったので単面の切削を進めていきます。とりあえずは2本同時に作りたいので、外径を最終目標が太い方で 21.059 ですが、22で一旦
作っておきますね。その後調整すればいいですね。よし、じゃあまず22までサクサクっといきますか。22、まあ大体ぴったり。まずとりあえずは外周22になりましたね。そしたらここから、まず 21.059 狙ってきます。21.307。ぴったりじゃないかな。059。はい、これで狙い通り来ましたね。ぴったりです。まあ運が良かったですね。で内側の穴開けですね、やっていきます。内径はあまり寸法がうるさくないので、まあ適当にやってしまいます。インレット側はだいたい 15mm の内径で開けていきます。まあドリルで下穴開けた後、1回バイトでさらってきれいにしていきます。よし、面取り完了と。あとは突っ切りで切れば OK ですね。はい、最初の1個できました。まだこっちバリつけてもついてますが、まあ後で削ればいいでしょ、この辺は。はい、1個目終わったので2個目やっていきます。じゃあまずはタンメンを整えるところからいきますか。2つ目できましたね。これでいいでしょう。引き続きエキゾースト側の2個もどんどん作っていきます。作業自体は外形以外は比較的簡単にできるので、まだ気が楽な方ですけどね。とりあえずこの作業が終わったらバルブシートをはめ込む工程に入っていきます。はい、いよいよシリンダーヘッドにバルブシートとバルブガイド入れていくんですが、今回も焼き場目なのでヘッドは温めます。200度ちょっと、できれば250度程度まで上げたいとこですね。好みの一つとしてドライアイス買ってきましたので、入れる部品をドライアイスで冷やしてきます。そうすれば多少は入りやすくなるんじゃないかと。ドライアイスはマイナス79度だそうなので、うちの冷蔵庫よりはマシだと思います。まあ冷蔵庫の温度ってそんなに冷えないと思うんですよね。マイナス、そうですね、マイナス20度いくのかな、冷凍庫って。なのでまず下処理として脱脂してきれいにしてきますね。脱脂したら袋に入れて冷却します。結局袋入れとかないと分かんなくなっちゃいそうなんですね。寸法が微妙なので。とにかくまずはバルブシートを全部脱脂して、これでよし。あとはバルブガイドですね。バル
ブガイドも脱脂しときます。これはでもみんな同じものなので袋には入れないですけど、それと打ち込み用のジグ、これも一応脱脂して冷却します。本来このジグの方は別に冷却しなくてもいいんでしょうけど、物が小さいのでジグにはめてる間に本体が温まっちゃう、物が温まっちゃうのを防ぐためにこれ自体も冷却しておきます。そうすればだいぶ温まるのを防げるんじゃないかと。で、冷やしてはめるんですから、はめる直前まできちんと冷えててほしいですしね。ジグにはめてる間にジグの熱が伝わって、ジグにはめてジグの熱が伝わって温度上がるなんてのは避けたいですよね。じゃあこんな感じで全部できました。脱脂できたんで冷却していきます。まあこうやって乗っけとけば冷えるでしょう。あとはそーっと邪魔にならないとこう置いときます。じゃあヘッドガンを温めますか。電撃付きで温度上げますね。目標温度はとりあえずは、250度程度でいきますか。よし、OK。予定温度に到達したのでバルブガイドを打ち込んでいきます。よし、じゃあいきます。はい、まずは続いてエキゾースト側も打ち込んでいきます。はい、OK。よし、これでバルブガイド終わりか。はい、打ち込んだことによってだいぶ温度下がったので、もう一回ちょっと温めてバルブシートいきます。はい、では打ち込んでいきます。よし、はい、はまった。よし、はい、いいか悪いかともかくはまりました。後でこれは修正してきれいにしてきますね。よし、大丈夫でしょう。よし、
はい、では次、打ち込んだだけなので結構まだバリが出てます。これでバリの処理できますね。削りすぎないように要注意です。はい、だいぶ綺麗になりましたね。あとはすすぎをして、はい、燃焼室の成形終わりました。綺麗だと思います。本当はもうちょっと背を低くして圧縮上げたいですけど、その辺はおいおいやれればやるという感じですかね。次はロッカーアームの加工ですが、ロッカーアーム本体は今回は外注しました。この JLCPCB で作った 3D プリントしたロッカーアームを使っていくんですが、なかなか面白いサービスですね。これを汎用機とかで作るの結構大変だと思います。3D プリントならこういう有機的な形状も作れるというのがありますね。結構興味深いです。今まで発注頼んだことなかったんですけど、今回頼んでみてなかなか面白かったです。今回穴に関しては小さく開けて、あとは自分で開けるっていう風にしたんですが、どのぐらいの精度で出るんでしょうね。ちゃんと精度が良ければネジ穴も先に作ってもらうっていうのもありなんでしょうけど、ダメだった時のことを考えて追加加工するという前提で作りました。今回ちょっと有機的な形状のため固定が難しいので、専用の固定具を作って固定して仕上げをしていきます。専用の固定具とは言ってもそんなに難しいものを作るわけではないので、ちゃちゃっと済ませてしまいます。これで、ジグの部分できましたね。ここ丸くしてあります。ここを丸くしたのはこの裏側に突っかえないようにですね、丸くしときました。あとこの縁で押さえてなんとか穴を開けるという感じですね。3D プリンターものも鋳造と同じようにやっぱ精度はそこそこいいんですが、原点がやっぱりちょっと取りにくいですね。特に今回調子に乗って有機的な感じにしちゃったので余計に悪いですね。これもっとピシピシ四角いのを最初に書いたんで、そっちを使っとけばこんなにめんどくさくはなかったはずです。たまたまなんとなくフュージョンの機能でそういうのがあったんで、ついつい使っちゃいましたね。しょうがないです。新しい機能あると使いたくなるものですから。はい、簡単な形状ですが、ジグとりあえず1個できました。使い方はですが、こういう感じで押さえます。で、ここに穴を開けると。そしたら、ここは、下の 3.3 で開けると。これでまず M4 の穴開きましたね。こちらもじゃあやっていきます。
れで OK。はい、これで2つともできましたね。あとはこの2箇所横穴を開けてきます。それ用のジグもまた作ります。先ほど開けたロッカーアームのネジ穴を利用して固定するためのジグを作っていきます。はい、まず第1段階の L の字ですね。じゃあ穴開けだね。はいっと、そしてはい、スコープは大雑把に位置出ししたいときにすごく便利ですね。ジグ完成しましたね。作ったジグでロッカーアームを固定して横穴を開けていきます。この穴は両方ともリーマー仕上げとなるので、今リーマーの下穴を開けていますね。はい、これでできました。ベアリングが入る穴と、これでロッカーもできましたね。あとは、距離の調整、それはもう手やすりで進めていきます。それとこのシャフトは溝を掘ってスナップリングはまるようにしてベアリングくっつけますね。はい、先ほど完成したこの部品を最終的にはこのヘッドに入るようにします。今ギリギリ入らないぐらいなんですよね。なのでちょっと隙間を詰めて調整します。隙間詰めは物理的に普通にヤスリでやっちゃいます。よし、これぐらいだね。よし、ローラーロッカーがこれで OK と。あとはこのピンに溝を掘ってスナップリングはまるようにしますね。はい、これで、溝入れ終わりました。見えるかどうかは分かんないですけどね。とりあえず溝入ってます。今回の作業はこの辺で終わりにするかな。結構もう取りためも出てきたし。それともバルブシートカットやっちゃうか。ちょっとだけカットしてみるかな。はい、バルブシートカットやろうと思ったんですが、バルブシートカット自体の加工をしなきゃいけないので、やっぱ次回となります。はい、なので今回はこの辺で終わりとなります。でもロッカーアームももう準備できたし、バルブも OK だしと。とりあえずやれるところは結構進んだかな、今回は。位置も悪くはないね。ちょうどいい
いい位置に来たね。ロックアームつけるとこんな感じ。まあスプリングやなんかついてないですけどね、まだ。まあ今回の作業はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。